はい、皆さんこんにちは。かんきちスタジオの北原かんきちです。ちょっとね、久しぶりの、本当に久しぶりのね、動画配信になってしまったんですけどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと本当に数ヶ月ぶりかな。言い訳をすればね、何でもできますけどね、忙しかったとかね、なんか夏が暑くて撮影嫌だったとかね、なんかいろいろ言い訳できるんですけどもね、また久しぶりにね、ちょっと頑張ってやっていきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。さあ、それでですね、ちょっと久しぶりの動画なので、せっかくなので大切なことをね、お伝えしようと思うんですけども、今日はですね、愛機の連帯というね、ちょっとね、革新中の革新のお話をね、少ししていきたいと思っております。ですね、愛機の連帯というのは、まずこの言葉はね、私の、ずっとお伝えしているね、この大統領愛機柔術、その中でもね、私の大々先生にあたる佐川幸義総藩がね、強く強調された言葉になるんですけども、この愛機の連帯というのはですね、そういったですね、ある種武術的なね、体の状態のことを言うんですね。特に佐川総藩はこの愛機の連帯を目指して日々鍛錬することがとても大切だっていうことをですね、強く主張されておりまして、またこの愛機の連帯になればね、いろんな技、いろんな愛機のね技術を駆使してね、自由自在にね、技を使えるよっていうね、ある種のその境地をね示されたんですね。ただですね、そこをですね、愛機の連帯の具体的なね、内容とか理論とかね、そういったものはね、なかなか残されてない。あるいは秘伝としてね、なかなか表に出てこないところもありますし、またね、佐川義総藩自身がね、当然こう身体感覚のものなのでね、なかなか言葉で伝えるにも限界があるということでですね、謎のところに包まれている部分もあるんです。でもね、今日はね、そういったね、愛機の連帯のお話をね、ちょっとね、私の解釈の中でね、頑張って理論的に、そして実践も含めてね、お話ししていきたいと思っております。なので、もちろん武術をやってる方ね、もちろんのことね、気功法とか健康法にもですね、絶大な力がありますし、何よりですね、私が思っているのは、このね、愛機の連帯っていう状態はですね、単純に武術とか、そういったね、一部の、技法の中に収まるものではなくてですね、実は、ものすごく大げさじゃない、大げさというか、はっきり言ってしまうとですね、人生をクリエイティブに、エネルギッシュに、幸せに生きるですね、本当に唯一無二のね、方法だと思ってるんですね。これね、もう冗談じゃなくて、いろんな幸せの方法ってあるかもしれないんですけども、でもね、根源的な部分はね、多分ね、この愛機の連帯になること。あとね、私はどっかでね、確信と言いますか、そう信じて疑わないところがあってね、それをね、なんとかこのチャンネルで伝えているというふうに思っていただければいいかなと思っております。はい。それでですね、ちょっと前置きが長くなって申し訳なかったので、もういきなりね、ちょっと愛機の連帯の状態をですね、私はやってみたいと思います。もうそれが本当か嘘かとかね、どうだとか、そんなことはちょっと気にせず、まずちょっとね、やってみたいと思うんですけども、ですね、まずもう本当に、姿勢をずっと落としてですね、まず最初体を柔らかくしてほしいんですけども、そこは省略してですね、丹田をグッと入れます。このね、丹田はもうこのチャンネルでも再三お話ししましたけれどもね、ぜひ、詳しく知りたい方は別の動画を見ていただきたいんですよ。この下腹部にですね、力をですねギュッと凝縮するんですね。で武術的にはね、古来からの言い方はここに気を集める、ね、大地から気を集めるとかね、いろんな言い方があります。この内部のねエネルギーをここにね、こう火をつけてねぐわっとこうね凝縮するんだとかいろんな言い方あるんですけども、丹田をギュッと使います。でこれで丹田ができたとして、丹田できるとね非常に下半身が安定してですね、なんだろうな、どしっとしたね、お相撲さんのようなねガシッとしたね状態になれます。で次にこの丹田のですね、エネルギーをですねこのね腕の方ね、上の方に持ってきます。ビューッと持ってきてですね腕を持ってくんですけども、その時やりやすいのはね、立前担当校とかね、あるいは大統領合気流でいうとこのこのね合気上げ、通称上げ手とも言いますけど、グッてこういう形でね手にね持ってくる。でビューッとそのね丹田のエネルギーをですね末端にこの指先、頭の頭頂部ね、もちろんこの肩とか背中とかもう全体ね全体ビュー、要するにこの丹田という中枢に溜めたものがブワーッと風船のようにですね膨らんでいくっていうことを考えていただければいいんですね。そうするとこの丹田を中心に自分の外側に球体ができてくる。こう球体がちょうどだから自分はこのね大きな、よくありますよね、なんかゴムな巨大なボールの中に入ってコロコロ転がるようななんかアトラクションっていうんですかね、あんなようなね外側にこういうね球体ができてですね、自分はその球体の内側にいるみたいなね、そんな感じなんですね。でこの時何が起きてるかっていうと、もちろんね
丹田自体のこの凝縮した感覚もあると同時に、外側のこのねバリアのようなねビューっていうねこの球体状もある感覚になるんですね。でね、これを一つ私は実はですね合気の連帯の一番まあ、原理的といいますか原始的といいますかの状態だと私はね考えています。ここではですねそれをねまず合気の連帯と言ってしまいます。ポイントはですね、普通の人間の力で動くのではなくて、さっきみたいに丹田の力を全ての末端部に伝達している。そしてそれが常に運用しながら切れることなく、ね、だから変なし背中側にもこの丹田の力が出てるわけですよ。ね、この膝とかつま先とか、極端に言えばこの顔からもね顔からも耳もそうだしね、全部ね。よく大東流合気柔術の中で不思議な技があってね、こう髪の毛掴んでたり耳掴んでるのをひょいひょいひょいって投げてしまうなんていうね。でもちろんああいうデモンストレーション的な技はですね、実践ではなかなか難しいとは思うんですけど、ただ練習としてはとても良くて、一言で言えばこういう耳にちゃんとこの丹田の力が伝わってるかっていうのをですね、こう確認できるいい練習なんですよ。服とかね、服を掴んでもらってね、それでもヒューってこうね動くっていうのは、この丹田の力がですね、そうずっとね末端のところまでね伝わってるからねできる。でああいうね大東流合気柔術の不思議な技をね、それ実際に使えるというふうにね私は実はね思ってない派の人間で、あれはあくまで練習で使うような技法なんですね。ただ練習としてはものすごくいい練習で、末端までねこの丹田の力、つまり、この合気の連帯になってるかをですね測れるねいい練習になるんですよね。さあそれでですね、この合気の連帯という状態、先に言っておくとですね、この合気の連帯の定義はもうなんだろうな、藪の中と言いますかね、さっきみたいにあくまでこれは私の考えの合気の連帯という話です。なのでもちろんね同じ大東流の方でもねいろんな考えの方がいて全然結構なんですけどもね、ただ何もない中でね話すとね、それこそ雲をつかむ話になってしまうので、私はこのね、丹田からね全身に末端に伝わって、それはね、全て運用するという状態になります。さあそれでですね、こういうふうになるとですね、こういう状態になるとですね、何がいいかっていうとですね、全身が一個として動けるんですね、ぐにゃーって。でかつ柔らかいんだけども、かといって末端部はですねビシッとこう張ってるんですね。張ってる、なんていうのかな、すごくこう張りがあるんだけど柔らかい。これはね非常にこの武術的な動き、あるいは気功法的な動きで、とっても大切なんですよね。一見相矛盾するそのガチっていう体と柔らかいソフトな体、これをねどうしても意識の中で分けてしまいますね、人間はね。でもねこの武術的な動きのとても大切なところは、ビュッて張っていながらビューって柔らかい柔らかい、このね動きをですね同時にこう実現できるのがこの合気の連帯のね状態なんですよね。非常に気持ちいいし、バランスも非常に取れてるのでね、なんていうのかな、こう足も軽やかヒュッてこうね軽やかなんですよね。こうピュッてねこうね片足立ちとかね、はっだからねこうバランスがね非常にこういい状態になるんですよなので体感としてはものすごく気持ちいいので、別に武術がうんぬんとかそんなもんじゃなくてもね、ぜひこれをねできるようにしていただきたいっていうのがねあるんですよね。さあそれでねじゃあちょっとこの合気の連帯のですね簡単な作り方になるんですけども、ですねよくねこう柔らかくするっていうのは誰でもね考えるんですけども、でもねなかなかねこう柔らかくするだけだとねただのダラーンになるし、やっぱり柔らかいだけだとね腕の重さとかで、ね、だんだんこう肩とかね重くなるんですよ。よくねこう立前担当校とかやっててね、だんだん肩が重くなってきちゃう人とかはね、やっぱりね柔らかいんだけども芯がねちゃんと丹田からビュッてね全身に流れてないんですよね。でこれはね私はね吉丸派大東流合気柔術ね、吉丸慶節というね佐賀義総藩のお弟子さんの流派にいるんですけども、吉丸慶節の教え方はですね、この合気の連帯になる方法をですね、逆にねわざと先にねビューンと張るっていうね発想だったんですよね。どちらからでもいいです。太極拳のように柔らかくね動いて、
そこからねこういう体になってって、こう武術的なねこうビューってこうキレがあるんだけど柔らかいっていうね、こういう状態になるのも全然構わないんですけども、やっぱりねこれなかなか難しいところも正直あるんですね。これ人のタイプにもよりますけど、それで、吉丸派ではですね、逆にですねこれねビューッと張るっていうね、先に張る、硬くてもいいから張るでギュッ、例えば手だったらね、ちょっと手でやりましょう。最初ね手をねビュッて張るんです。ビュッて張る。で特にね指先までビュッ、指先まで張る。よくね吉丸はねビュー伸ばす伸ばす伸ばすって言ってましたね。反対も伸ばす、指先まで伸びる伸びる伸びるってやってですね、まあこの指先、そしてこの肘、肩ね、ずっと後ろに行ってね、この背中の方でビューってこう伸びる伸びるって言ってね、ビューってまずねこうねこう伸ばすっていうこと自体がですね、このねずっとこう丹田につながっていくね、行為なんですね。ビューでその時は当然、特に初めての方というかねはね硬くなります。当然硬くなる、バチッと。まあどうしてもねこう張るっていうイメージがありますからね、はぁみたいな。でもねこのはぁでも全然最初はいいと思うんです。ビュッはっ、よくなんかこう技であるでしょ。例えば小手返しをビュッかける、ビュッかかる。でこの時のねビシッとした体ってのはとても大事で、このビシッとした体、まあどういう状態でもいいです。別にこういう形でもいいしね、別にこう月でもいいですよ。はっついた、はってついた時ねビュッでこう何か受けた時でもいいし、剣をねビュッて振った時でもいいですよね。このビシッってなりますよね。このビシッってなってる時を維持して、なおかつこれを柔らかくするんですね。ビュッでね、いきなり全身やろうとすると失敗というか難しいので、まず手だけいいです。ビュッて張っといて、これは柔らかくなる。ビュッでまたこれビュッて張る、柔らかくなる。でこれをねだんだん全身に伝えていくんですね。こっちも反対、ビュッバッて張って、でこれ柔らかく抜く。でも完全にゼロにしないで、いつでもまたビューってこうテンション張れるようにするね。ビュービュービューバッビューでこういうふうにそうこうしているうちにですね、だんだんこのねこう両手がもうねこう全部つながってきてですね、丹田にね全部つながっていくんです。はーってビューそうするとねさっき言ったようにねこの全身がね全身運動といいますか、一つ動くと全部が動くっていうねビューで、何がいいかっていうと、これでですね初めてですねここまで来るとですね、こう手を動かそうと思って手が動くんじゃなくて、他が動くことで手が動く他が動くことで手が動くっていうね、こういうね伝達することができるんですね。ビュー要するにこの足側からビュッてやるとこっち上が動く、ビュッてやるね。よくまあこういう動きがね武術的な動きになりますよね。なので別にその合気の連帯という状態はですね、今の私の解釈ではですね、別にその特別大統領合気柔術の中の話じゃなくて、武術の一般的なベースとなるね身体状態のことを指すというふうに私は思っているんですね。ただここにね合気の連帯の状態だからといっていきなりその合気という技術になるわけではなくて、またそこには技法というものがあるので、ちょっとそこはね分けて考えるんですけども、ただあくまでこういう合気の連帯というね状態がまずは大前提としてね必要になるんですね。そこからいろんな大統領合気術の技法によって合気の術というのはね成立してきます。ただこの状態はもうこれだけでね体の中のですね気血流通がものすごくねこう通っている状態になるんですね。つまり詰まりがない状態。逆にねこういう状態してねどこかねはーって張ったんだけど力が抜けないなと思ったら、そこがねご自身のですねこのね硬いところです。一つ言えば気が滞っているところ、あるいはね何かこうぶつかっているところなので、例えばね肩だったりとか、腰だったりとかね、膝だったりとかね手首だったり分かりませんけどもね、そういうねここ硬いなと思うところね意図的にグニャーって抜く。やはりね佐賀育志総監もねとにかくね体をね柔らかくしなきゃダメだっていうふうにね生前ねおっしゃってらっしゃいましたけども、この柔らかくっていうのはですねこの合気の連帯の状態で柔らかくっていう意味なんですね。ただ同時にここまで派手に動きをですね武術的にも当然ね本来はしなくて、武術は隠すっていうのが本質なのでね、秘伝として隠すのが本質なので、こういう動きすらね実はもう道着の中に隠してしまって見せなくて、でも瞬間的にフィュってこういうふうにね柔らかくやるってやってるので外から見えないんですけどもね、ただねこれは先ほども言ったようにですねこの武術を超えてですね、もう人生をね幸せにする方法のもう
本当にね核心の部分だと思っているので、ちょっとねこれをね、今お伝えしているところなんですね。さあそれでね最後にというか今日のまとめになりますけども、もちろんこれをね使って武術をね練習する人はねこの状態を維持してねいろいろやっていただければいいんです。例えば筋トレもこの状態を維持してですね何らかの筋トレをするとですね単純にね腕の力とかその部分的なものではなくてですね全身がねつながってね動く状態になります。何か重いものをね持つ時もねこの丹田を全体を伝ってねグッ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 、ここにちょうどねこういうね重いものを持ってきたんです。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。こんなねこういうちょっと重い、今ねこう手で持ってますけどね、こういうねブロック、コンクリートブロックですね。これもですね例えばこうねこう普通に持つとこう重いんだけども、これをねうまくねこうねちょっと一回置いてねこう手をね張って、これをねこうやってねここに今腕で支えてるんですけど、これねひょっとこういうふうに丹田でね、そうするとねこの重さがねもちろん腕もそれはねなんだろうな、腕の力にも当然乗ってるんですけども、この重さをねずっと丹田に乗せてしまう。グニュー。引っ越し屋さんとかねなんか重いものをね大工さんとかね職人さんとかねこういう人たちは当然うまくねできてますけども、こういう丹田でねこうやってねこの重さをね丹田にこう伝えたままね、例えばこういうなんか鍛錬をするとですねますますこのね、丹田が強くなるので、武術的にねこういうふうに、こういう状態でね何か、鍛錬さん非常にね有効になりますね。はい、よいしょ。別にそれは今のこういう重さを何かね負荷かけましたけど、別にこう例えば腕立て伏せみたいなものとか、あとは腹筋みたいなものとかね、そういうものもこの合気の連帯の状態を維持してやる。酒井幸義総判もねものすごくその自己鍛錬はね、日々大切にしてものすごい数のね、量をやってらっしゃったっていうことは伝わってますけども、私の考えではですね単純な筋肉トレーニングじゃなくて、全てはここのね丹田をはじめとするこの合気の連帯のねこのね連動性をですね強化するためにやってたんだと思うんですよね。単純にこうどっかの部位とかねどっかのパワーをつけるというよりも、このつながりとかそこの凝縮された丹田をですねさらに強化するために重いものを持ったり回数をするんだけど、でもこの状態が切れないっていうね、こういうことをね維持してたんだと思うんです。っていうのはねこのね合気の連帯状態ってねすごく意識しないとふとすると切れてしまうんですよ、日常生活の中で。なんか例えばこう今はね意識してやってるけど、いきなり人に話しかけられたりとか、ちょっとなんかこう突発的な何かでねちょっと姿勢崩れた時ってね、やっぱりねなかなかねこうね慣れてない方はねすぐに崩れてしまう。でも武術というのはいついかなる時もこの理想的な姿勢とか状態維持したいんですよね。突然後ろからパッとスッとこう自然にこう構えてね、でパパパッとこう対応できる。でなんか知らない人がパッと来てもなんかこう維持できるっていうこれがねとても大事なんですよね。なので基本的にはこういうね姿勢をですね維持する、常にねこのね蓄えておく。いきなり何か来た時もこの姿勢が崩れない状態をですね維持するっていうのがですね実は鍛錬のですね、特にこの武術的な鍛錬のね非常に大事なポイントになるんですよね。筋トレして例えば100回200回やって終わったってダラーンってなって休んじゃうんじゃなくて、どういう状態でもそれを維持しておく維持しておく。でなんか瞬間的に「ねえ」ってパッと言われてもスッとこの状態を維持したままなんかこう対応できるっていうのがねとても大切になるんですね。それでね多分、回数も含めてね日常的にこれをね当たり前の状態にね維持するためにね多分酒井総判をねいっぱいトレーニングされてたんだと思うんですけども、是非ねそれをねそこまでね超達人のレベルになりますから、それはね普通の人はなかなか厳しいと思うんですけど、ただこれをね維持し続けていくと本当に日常的にまず疲れない体になる。そしてちょっとね体が調子よくない人とか病気がちの人とか元気のない人はですね間違いなく元気が出てきます。どんな医療よりも私は最強だと思ってます。それからね精神的なものもそう、メンタルも、やる気が出ないとかなんかねなかなかこうアクティブにならないとかですね、楽しく気持ちがならないとかですね、いろんなねそういうメンタル的なね、悩みの方もいらっしゃるかもしれませんけども、もうねどちらに関してもですねこれ以上のね自己
パワフル化のね、方法はね、多分ないんじゃないかなと思うんですね。その根拠はと言われるとなかなか難しいんですけど、ただね、私の知り得るね、武術家の方、気功家の方もそうですけども、やっぱりね、この状態をですね、ちゃんとできている方っていうのはすごくエネルギッシュなんですね。エネルギッシュなんだけども、でも心はすごく落ち着いていて穏やかで、なんかフランクでフレンドリーで、そして優しくて親切なんですね。大統領のですね、佐川派大統領の師範の方も、私もね、本当にいわゆる達人の方々ね、何人もお世話になってますけど、皆さん本当に一様にですね、そういうね、体はね、ビシッとすごく力強くてエネルギッシュなんだけども、心はおおらかで、そしていつも笑顔なんです。これね、中国武術も一緒ですね。中国武術のね、達人、私の師匠もいますけどもね、本当にね、体は当然のこととして、そのね、心の大きさと穏やかさと優しさと、それでパワフルさがね、全部叶えそうになるんですね。でね、このやっぱり秘密はね、私はね、この合気の連帯、中国武術で言えばね、このクンフの世界なんですけどもね、どちらも同じだと私は思ってますけど、ただやっぱね、こういう体を作ることでね、本当に日常エネルギッシュなね生活にできますのでですね、ぜひ参考にしていただければいいかなと思います。合気の連帯ということでね、この丹田を全身にビュッと伝える。で、このね、状態をね、維持して、頑張って維持しながら日常をね、過ごしてみるということをね、ちょっと今日はお話しさせていただきました。はい、ということでね、ちょっとね、久しぶりの動画になりましたのでね、といってもね、毎回ね、伝えてることはね、同じようなことを伝えてるんですけどもね、でも多分もう私の人生中で知った上で一番大事なことだと思うんで、マンネリしてしまうことを恐れずにね、また今後もお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、では今日のね、動画は以上になります。今日はご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。